はい、皆さんこんにちは。今日ちょっといつもと何か違うものがあるんですけど、皆さんわかりますかね？ポスターでもないし、照明でもない。僕のメガネ、いつもと同じです。答えは、新しいマイクになっています。いかがでしょうか？目の前にあるんですけど、ちょっといつもと音質違うんじゃないでしょうかね。どうだろう？これ未だに僕のセカンドチャンネルをメインチャンネルだと思っている人たちがいて、確かに見分けね、つけるのがこの赤い場所しかないので難しいんですけど、これはセカンドチャンネルです。毎回言うかもしれないです。毎回言ってみんなをね、リマインドさせるかもしれないのでよろしくお願いします。セカンドチャンネルはメインチャンネルで扱ったテーマの深掘りになっています。あるいはゲームとかキッチン動画もやるんですけど、とりあえず深掘りが8割ぐらいになっています。今日の深掘りはスピリチュアル系になっていますよ。宇宙の図書館、宇宙のインターネット、アカシックレコード、それは全ての記録です。物質、次元、ありとあらゆるものの全ての記録。宇宙が誕生して今現在が存在していることから存在していた過去のこと、そしてこれから存在しうる未来のことまでって言われてもパッとしないっすよね。まずはアカシックレコード、具体的に何なのって話ですけど、ちょっとすいません、これ新しいマイク試したくなっちゃって、なんかちょっとラジオっぽくないですかね、皆さん。マイクの目の前で喋ってるんですけど、ラジオっぽくないですか？アカシックレコードのアカシックって言葉は実は英語ではなく、元はアカシャっていう仏教でよく耳にするサンスクリット語なんですね。虚空、現物質、霊気っていう意味があって、そしてレコードはそのまま記録するって意味ですよね。なのでアカシックレコードはそれら全てを記録したものっていうことです。今から僕が寒い下ネタを言うのか言わないのか、言った世界も存在しているし、言わなかった世界も存在している。むしろまだ迷っていて悩んでいる世界も存在している。それらね、全てを記録しているのがアカシックレコードなんです。下ネタですか？この世界の僕は紳士的なのでそんなこと言いません。ありとあらゆる記録はなぜそれがそこに存在しているのか、これからどうなるのか、なぜ失われたのか、また誰かの人生だったり自分の使命だったり、本当に全ての答えがそこにあるんです。この世の全てのミステリーの答えが分かっちゃうんですよ。これ僕何回やってるんですかね、今日。ディアトロフ峠事件とかボイニッチ思考とか、それだけではなく僕たちのね、人類起源とかでも全て記録されているので分かっちゃうんです。みんなめっちゃ気になるでしょ。アクセスしたいですよね。と言ってもどこにあるのか、そこら辺にねアクセスできるわけでもないですもんね。実はどこにも存在していないんです。例えではよく全てが記録されている宇宙の図書館なんて言われていますけど、実際は場所や物というものではなく、そこにあってないようなもの、そこへは物理的に行くことも物理的に見ることもできないんです。なぜならアカシックレコードがあるのは潜在意識の奥底、とても曖昧な空間の中にあるからなんです。ちなみに皆さん、記憶って何歳ぐらいの頃の記憶から残っていますか？今思い出そうとしましたか？それとも思い出しましたか？それどうやって思い出そうとしましたか？なんとなく頭の中で当時のビジョンを思い浮かべて再生した感じ？それとも記憶の引き出しを探して取り出した感じ？そしてその記憶はまるで昨日のことに近い感じがしたかもしれません。これは潜在意識ではなく顕在意識の中で思い出していることになります。もう一つ質問なんですけど、その記憶は自分のものでしたか？本当に自分が経験したものでしたか？さっきも言ったように全てが同時に起きているんです。なので朝起きていつもの僕だと思って生活しているけど、実は毎日違う自分になっているかもしれません。いや、私は私だから今までの思い出ちゃんと思い出せるって、その潜在意識はある瞬間にアカシックレコードからインストールされたのかもしれません。怖っ。というのはかなり極端な例え話だったんですけど、そんな感じでアカシックレコードとは顕在意識だと思っている中にも無意識に潜在意識の中に全てにリンクしているものなんです。そしてこれから先も全ての記憶をし続ける。ちょっと話がそれて心理学の話になるんですけど、スイスのカール・ダスタフ・ユングっていう心理学者が集合的無意識というものを提唱しました。この集合的無意識は他者が考えていることや行ったことが自分の思考、行動とシンクロするシンクロニシティに当てはまります。これは似た者同士だからとかではなく、人間の先天性の意識の中に共通の意識が存在しているということなんです。なので同じ時期に同じものを発明したり、同じ話が存在したり、神話なんかも時代や場所が違うのに共通のするものがあったりしますよね。そんな感じで人類は無意識にどこかで繋がってるということなんです。でもアカシックレコードがあるとすれば何の不思議もないかもしれませんよね。さっきも言ったように、ある瞬間に誰かの記憶や歴史の記録がインストールされているとすれば、集合的無意識というものはアカシックレコードにリンクしているから起こることなのかもしれません。僕この話聞いて思い出したことがあって、宇宙人のバシャールっているじゃないですか。彼が言っていたんですけど、輪廻転生っていうのは正確には魂の生まれ変わりではなく、
その時々にその人がリンクしている人、アカシックレコードを通じてリンクしている人になるらしいんですね。じゃあまあ自分の意識で意図的にアカシックレコードにアクセスすればいいじゃんって思うかもしれないですけど、意外とアクセスしている人たくさんいるかもしれません。自分では気づかないかもしれないけど、予知夢を見る人は実は寝ている間にアカシックレコードにアクセスしているかもしれません。また占いや直感力が鋭い人なんかも無意識にアカシックレコードとリンクしているからなのかも。他にも前世の記憶とかも同じことが言えますよね。有名な人物だとエドガー・ケイシー、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ジャンヌ・ダルク、ニコラ・テスラ、アインシュタインなんかがアカシックレコードにアクセスしていたとされています。またこのアカシックレコードっていう存在を初めて提唱したのは新知学協会創設者のヘレナ・P・ブラバツキー夫人という人物なんです。このブラバツキー夫人はなんとアカーシャの記録にアクセスしたと語ったそうなんです。そこからアカシックレコードに記録されていた古代アトランティスに存在した知恵の聖典ジャーンの書から様々な情報を得て、それらを本にしたそうなんです。最強の心理病とはこういうことですよね。アカシックレコードでアトランティス時代にあった書物にアクセスして情報を得ていたと。またルドルフ・シュタイナーもサイコメトリーなんて言われていましたが、本人からすればそれは全てアカシックレコードから得た情報だったそうです。シュタイナーは小さい頃から投資や物の持ち主を当てるといったサイコメトリーだったんですけど、それは自分の無意識の中に潜んでいる過去の記憶に自らアクセスすることで、あらゆる出来事や記録を知ろうとする行為を行っていたからなんです。シュタイナーが具体的にその記憶にアクセスした方法は、睡眠時の夢に落ちるとき、その夢をコントロールするといった今でいう明晰夢だったんです。そして明晰夢の中で奥深くに潜む巨大な記憶の謎を解明していくといったことをしていたんです。それにより様々な記録を見ることができたんですね。すごいっすよね。みんなの記憶にね、アクセスするって言ったことなので、みんな筒抜けですよ。今、賢者タイムなのも筒抜け。現代ではこのシュタイナーに影響された小説家、評論家であるコリン・ウィルソンがシュタイナーの研究をもとに書いた小説でのインタビューにて、私はこの本の中で感覚界の背後に不可知なるものが存在しているのではなく、感覚界の中に霊界があることを示そうとした。したがって感覚界の真の実在性は人間が感覚的知覚のみを問題としている限りにおいてのみ、人間の意識からは隠され続けると語り、これは感覚界の中に精神世界があるけど、人間が感覚的知覚で生活している間はそれ以外の世界を見ることができないということを言っているんです。深すぎて一回落とし入れる必要がありますよね。ちょっとみんな飲み物取ってくるので整理しといてください。はい皆さん、オレンジジュース持ってきました。みんな理解できましたか？そしてもう一人、アルベルト・アインシュタイン。アインシュタインが発見したとされる相対性理論。彼は E=MC 事乗といった方程式を生み出しました。これは物質 E の中に含まれる質量 M に光の速さ C を事乗することで、その物質の質量の中には質量2乗の大きさのエネルギーがあることを示した式なんです。そしてこの式はある時突然頭の中に降りてきたとアインシュタインは言っていたそうなんです。相対性理論も彼がギブナウジウム在学中にお昼休み学校近くの丘で昼寝している時に不思議な夢を見て、その夢の中でアインシュタインは光の後を追いかけたんですけど、その高速に動く光のことを考えていたら相対性理論が生まれたらしいです。夢の中でトイレしてると思ったら現実でもしちゃってることってあるじゃないですか。それぐらいですね。僕アカシックレコードにアクセスしている時。そしてこっからがワクワクする話なんですけど、アカシックレコードにアクセスできるタイミングがみんなあるらしくて、それが同時に起きてるとされているんですけど、なのでさっきも言ったように過去に同時期に同じ発明をしちゃうって事例が多々あることは、これはまさに同時にアクセスしちゃったってことらしいんですこの大縄跳び的な話。またこのアカシックレコードを科学的に説明されていたりもして、この世界空間は分子や原子で構成されていますが、それらは全て情報なんです。僕たちの脳も体も空気も空気中にある酸素、水分も電子の流れは情報の流れなんです。マトリックスの映画で見た010101でできた空間はあながち嘘ではないということなんです。人の脳の放射線エネルギーを検査するとゼロポイントエネルギーが波紋のように広がることも確認されていますし、電子よりも小さい亜原子粒子はどんなに距離が離れていても一瞬で情報を伝達することができると言われています。あら素敵。人間だって脳内の神経系や血流により少なからず電磁波的エネルギーを生み出しているので、
て空間にある原子分子の情報を受信していても不思議ではないかもしれません。哲学者ルネ・デカルトは、あらゆる存在はそれが本当に存在しているか疑問を持ち、そしてあの有名な我を思うゆえに我ありという言葉が生まれました。それは全ての存在を疑っている自分の心は確かに存在しているということなんですね。物質もそうですが、この宇宙から物質が消滅するということはありえないとし、あくまでも物質が変化して存在していると考えたんです。僕たちが吸った酸素は二酸化炭素に変化し、空気中に存在し続ける。また変化するだろうけど、大体そんな感じです。じゃあ僕たちの心はって思いますよね。宗教によっては天国や輪廻転生がありますけど、心も情報という物理的な視点から見ると面白いことがわかるかもしれません。この宇宙に存在して人類が観測できている質量は 4.9% ほどと言われています。そして次にダークマターと呼ばれる質量が 26.8%。このダークマターははっきりとは発見されていませんが、物理学の分野では限りなく存在していると考えられています。そして残りの 68.3%、これ何だと思いますか？ミッシングマス、行方不明の質量、そのまんま。この物質、完全に未知のエネルギーで、そのエネルギーが何なのか解明もできずに、今のところ物質でも光でもないダークエネルギーと呼ばれているものらしいです。なので実はこの物質がアカシックレコードとなる情報や記録なんじゃないかと考えられているんです。この宇宙で物質が消滅することなく変化して存在し続けるとすれば、僕たちの記憶や心もアカシックレコードという記録に変化し、宇宙の中に存在し続けていると考えていいかもしれません。すっげえロマンある話ですよね、これ。よく考えてみたら目には見えないんですけど、いろんな電気信号となる物質が常に空中に飛び回ってますし、地球だけではなく宇宙にまで衛星を通じて電気信号が飛んでいますよね。なのでもしかしたらアカシックレコードは潜在意識の中ではなく、この宇宙全体の空間の中に存在しているのかもしれません。そしてそれを受信することがアクセスするということなのかもしれません。これも前に宇宙人バシャールが言っていた話なんですけど、僕たちの技術が進んだ結果、そこら中に漂っている知識、知恵が入る器を作ることができ、それが AI だと言っていたんですよね。もしかしたらこれはアカシックレコードから取られた知識、知恵って考えるとかなりロマンありますよね。僕の解釈ではね、みんな全ての源から発生していると思っているので、無意識のところでみんな繋がっているとは思っているので、そういった意味ではね、情報の伝達ができて、当たり前なのかもしれません。みんなはどう思いますか？このアカシックレコード。かなりね、SF 的でぶっ飛んだスピリチュアルな話なので、人によってはね、解釈しづらいかもしれないですけど、間違いなく面白いテーマではありますよね。みんなの意見、ぜひ聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。